プアー大家好，我是プアルです。今回は先日発表された新指揮官3人をご紹介します。結構早々と、しかも3人もと忙しいくらいですが、どんな指揮官なのか順に見ていきましょう。まずは工学の新指揮官2人から。ところで、工学っていう名称浸透してますか？遠隔指揮官って言った方がピンとくるのかなと思いますが、工学指揮官が率いる工場部隊の遠隔部隊。ややこしいですよね。シンプルに名称を統一できなかったものかと頭を抱えますが、それは置いといて、まずはこの方、シュテファン3世です。これ多分なんですけど、ルーレットでの召喚と予想されます。天部は工学汎用スキルの3つですね。このシュテファン3世ですが、オスマンと戦って勝利した功績があり、ローマ教皇からはキリストの戦士と称えられたとか。モルドバのキシナウにある凱旋門の隣にはシュテファン・チェルマーレ公園があり、彼の像が見られる観光地のようです。モルドバに行った際には足を運んでみてはいかがでしょうか。では本題に入ります。全体的に私が受けた印象は、ゴンサロの時点で使うオフェンス指揮官で、強力かといえばその力が発揮されるかどうかは戦場の状況に左右される面がかなり多いかなといった感じでした。持っているスキルの内容を一つ一つ見ていきましょう。アクティブスキルはバス類の戦い、怒り戦で発動の単体スキルダメージと2秒間有効の追加スキルダメージです。単体に加えてスキルダメージというのは少し残念に感じてしまいますが、攻撃を継続できれば追加ダメージが入りますし、後で説明する覚醒スキル効果でさらにダメージが取れる可能性が上がります。そして回復ですね。中止という効果により回復ができます。中止中の部隊を攻撃する旅とあるので、誤解でなければデバフと呼べるか、中止という特殊な効果を2秒間ターゲットに与えて、その中止が付与されている部隊を叩くと回復、公式的には治療効果ですね。治療効果が発動するものと考えられます。2秒間なのでマックス600回復、治療ができるという効果です。なんせ断続的な戦闘も多いですから、スキル一発をようやく当てられるくらいの戦場であれば初段の800ダメージで終わっちゃいますし、射撃が継続できる戦場であれば1200ダメージプラス600治療という効果も期待できます。同系統の比較対象としてバーブルのアクティブスキルは単発1200ダメージですので、ここだけ見ると手放しで喜べない感じですが、以降のスキルはどうでしょうか。2番目のスキル、本一絶人。工場部隊の防御力 35% 上昇。これは低くないけどって感じで、非戦闘時行軍速度 20% 上昇。非戦闘時だけっていうのがどうなんでしょう。マルグレーテは条件なく 20% 上昇なので、条件をつけないで欲しかったですよね。わざわざ条件をつけたっていうのは、今後もしね、砲台状態で移動ができるとかね、そういう修正を見越してっていうなら納得もできるんですが、どうなんでしょうね。もし他に考えられる理由があるよって方はコメントで教えてください。ともあれ、速度上昇はあるだけでありがたいです。はい、3つ目のスキル、リプニクの勝利。受ける遠隔反撃ダメージ 15% 減少。遠隔基礎攻撃 10% の確率で3秒間遠隔通常攻撃ダメージ 25% 上昇。クールタイムは5秒。ここは少し強化されてきた数字ですね。4つ目のスキル、感知衝動。遠隔基礎攻撃時 40% の確率で15秒間攻撃力が 2% 上昇し、その代わり防御力は 0.5% 減少する。
15スタックできて、マックスで15秒間攻撃力 30% 上昇で、防御力は 7.5% 減少するというものですね。これは絶え間なく長期的に戦闘が続く戦場であれば火力アップにつながるスキルですよね。防御力のデバフに関しては直接叩き合うことを想定してないので、通常の遠隔運用であればそこまで気にならないかもしれません。逆に断続的な戦闘であればほぼほぼ恩恵のないスキルになってしまい、明暗が分かれるものになりそうです。そして覚醒スキルはゴズミンの森。与える遠隔スキルダメージ 10% 上昇。遠隔スキルダメージを与えた時 20% の確率でターゲットを中心に円形範囲3部隊に500ダメージ。これは若干救いのある範囲攻撃スキルですよね。スキル攻撃時 20% の抽選の上10秒のクールタイムですから、発生の頻度は厳しめですが、単体スキルを打っているより撃破を取れる望みは出てきますよね。ただ皆さん覚えてますか？私はチェヨン・シャジャルの秘宝を思い出しました。丁寧にシュテファン3世が持つ遠隔追加ダメージも含むと書いてありますが、この抽選ももしやシュテファン3世自身のみが対象で自分のスキルダメージしか反映されないんじゃないかと、そんなこともなくもなく、もうがっかりしたくないので事前に確認してみました。あえて聞かずにあれこれ勝手に妄想するのも一つではありますけどね。で、結果ですが、今回は文面通り制約なくペア指揮官が発動したスキルダメージ、追加ダメージでも抽選に入るとの回答でしたので、なるべく抽選手数の多い組み合わせでペアを組むという考え方も良さそうですよね。はい、これで全てのスキルを見てきましたが、特に良いところの総評です。円形 AOE 攻撃の可能性と治療効果、あと15スタックでマックス15秒間の攻撃力アップ、ここら辺が最大の売りなのかなと思いましたが、確かにいいところだけ見ると強そうに思いますが、反面抽選やスタックなどは長く戦いを継続させていれば発生する長所なので、これを生かすには長く保てる戦線と絶え間ない敵が必要になります。このような状況が揃うなら問題なく力を発揮できますが、どうでしょう。私が経験した KVK ではなかなか腰を据えた戦いにならず、流動的や断続的な戦場になることも多かったです。ここで断続的な戦場の例を見てみましょう。敵がすぐ引くような状況です。攻撃再開。これも7ターンぐらいで終わり、惜しくもアクティブスキルは打てず、続く攻撃もここでストップですね。さあ今回はこれは少し長いかな。怒りが溜まっていきます。今ようやくアクティブスキルが発動、副将の1ターン目までが発動できました。この例は関所へ押し込んでの戦いですが、開けたフィールド上の野戦でもこのように敵が出てきては引っ込む断続的な戦闘の状況だと余計に力を発揮しづらい指揮官なのかなと思いました。さてペアですが、遠隔部隊が1部隊かそれとも2部隊以上の所有にするかでも話が変わります。1部隊特化で考えるのであればゴンサロと組ませるのが一番なのかもしれません。高額最強のアタッカーは銃撃で円形 AOE 持ちのゴンサロです。なので
シナジーは低いかもしれませんが、アタッカー同士各自アクティブスキルで撃破を取る形になるかと思います。ただ覚醒状態などすでに育ったバーブルがいてゴンザロと組ませていた場合は、バーブルをベンチ入りさせて入れ替えるだけの価値があるかは分かりません。なぜならやはりアクティブスキルを打つ機会が少ない問題が想定されるからです。副将のアクティブスキルまで打ち、さらに戦闘が継続する戦場ばかり体験できている方はもう問題なく力を発揮できると思いますが、もし先ほどの例のように敵がすぐ途切れてしまうような戦闘が多いと感じている場合は、副将のアクティブスキル1ターン目で終わってしまう状況でもね、単発で大きくダメージを取れるバーブルの方がいい結果になる可能性すらあるからです。どういう戦場になるかは運要素も強いんですが、アクティブスキルが打てるくらいまで戦闘が継続しない場面というのは他の兵種にも言えますが、遠隔モードでは移動ができないので、光学指揮官には特にその傾向が強いと言えます。またゴンザロがいないから持っている他の育った光学指揮官と組ませるために育ててみようと思っている方がいれば、もう一度考え直してみてください。先にゴンザロを召喚して育てることを強くお勧めします。今のバージョンの現状では銃撃 AOE 持ちのゴンザロが光学指揮官の中では最優先に育てるべき指揮官だからです。残念ながらシュテファン3世単体では現時点で実戦においては残念ながらゴンザロを超える撃破は稼げないと思います。ゴンザロの1部隊は置いといて別の2部隊目として考えるよという場合は、次に紹介するフニャディと組むのが一番シナジーがあると思われます。時点でバーブルです。このペアに戦いの幅を期待しています。普通に継続する戦場でもダメージが出せると思いますし、そうでない状況でもバーブルのスキルには基礎攻撃時確率で即発動するスキルダメージがあるので、高なる鼓動かな。なので1ターン2ターンしか攻撃できないような断続的な戦闘状態にあっても、運が良ければ AOE ダメージまで期待できるからです。どの程度のダメージが取れるかは実際見てみないと本当に有効かは分かりませんが、個人的に押せる夢のある攻撃パターンだと思っています。育っているマルグレーテでも相性はいいと思います。アクティブスキルを打てれば AOE 発動に3回の抽選の機会がありますし、長く戦える戦場なら悪くはありません。最後にガジャマだ。彼とだけはサポートとしてのシナジーが低いので良くはないかもしれません。続いてジョン・フニャディ。日本版はフニャディ・ヤーノシュですね。工学共通補助天部の指揮官です。こちらは多分イベントで入手になるでしょう。彼もオスマンと戦った軍事政治指導者で、トルコバスターとかキリストの戦士などと称されたそうです。イケオジですね。フニャディって発音全然違いますけど、日本語にしちゃうと来金界隈で一番可愛い響きです。フニャディ、フニャディ、フニャディって連呼したくなっちゃいますけども、ではスキルを見てみましょう。アクティブスキル、Raven's Wings。日本語版はカラスの羽ばたき。怒り線で発動の単体スキル攻撃です。ダメージは遠距離900、近距離が1600です。次の3秒間、遠隔スキルダメージ 20% 上昇。スキルアップダメージのバフがある分、ダメージは抑えられてますかね。2つ目のスキル、天にかざす剣かな。工場部隊は 30% 攻撃力上昇。遠隔モード時、怒り獲得速度 15% 上昇。とにかくスキルを打ちたいので、怒り上昇は嬉しいですよね。3つ目のスキル、ベオグラード包囲戦。アクティブスキルを発動時 20% の確率でターゲットに追加の直接ダメージ300を与える。
ターゲットが遠距離の場合は 40% に上昇。遠距離だと確率が上がるのはいいですよね。次、4つ目のスキル、正午の鐘。残り兵数 50% 未満のターゲットに対して全てのダメージ 40% 上昇。これ育ちきってない遠隔部隊を運用している場合とかは特にね、減っている部隊を狙うことが戦法の一つなので、これはかなり有用で強力なスキルです。そして覚醒スキル、永遠の栄光。ベオグラード包囲戦の強化ですね。アクティブスキル発動時 40% の確率でターゲットに対して追加の遠隔直接ダメージ400を与えて怒り30獲得。ターゲットが遠距離だった場合は確率は 80% に上昇。通常運転が遠距離なので確率は 80% と思っていいですね。これはクールタイムが書いてないので、ないのだとしたら主将副将のアクティブスキル発動時はそれぞれ 80% の確率で発動しますね。ダメージとスキル回転アップはいいですね。さあ、特に良いところの総評です。どうでしょう。なんとなくマルグレーテの上位に当たるんでしょうか。スキル回転の速さと減ってる部隊に対しての火力アップが売りになる指揮官という印象ですね。しっかり長期戦ができる戦場ではかなりダメージを出していけそうな指揮官です。はい、組ませるペアです。シュテファン3世でも言いましたが、1部隊であればゴンサロです。ゴンサロと別でもう1部隊ということで言えば、火力を出せるラッキー AOE のシュテファン3世か安定のバーブルでしょうか。断続的な戦闘はしておいて、しっかり戦える時に撃破を最大限出すという考え方もあるので、そういう方にとっても最大火力を出せそうなフニャディとシュテファンのペアはベストマッチなのかなと思います。最後はフィリッポス2世。入手は MGE 最強の総督となるでしょう。とここまでいった召喚入手経路、違ってたらごめんなさいと先に謝っておきますが、フィリッポス2世は統率の野戦バッファーですね。天部は統率汎用補助。日本語の最新アイコンでは指導者になってますね。こっちの方が役として合ってると思いますし、いいですよね。こっちで今ゲーム内では統率になってますが混乱するので、しっかり変更の表明をしてもらってゲームの方でも統率から指導者にね変えていただきたいところですが、さてこのフィリッポス2世、マケドニアの王でアレクサンドロスってアレキサンダーですね。来近でも大活躍しているアレキサンダーのパパです。で、娘はクレオパトラだと聞いて驚いたんですけども、このクレオパトラではないそうです。クレオパトラってよく使われる一般的な名前なんですね。ではスキルを見ていきます。アクティブスキル、マケドニア法人。怒り戦で発動の AOE バフです。英語版では近くのとしか書いてませんが、効果範囲は円形でしたね。次の2秒間、この指揮官の部隊を含む最大5つの友軍や味方の部隊を対象として被ダメージ 10% 減少、20% のダメージ上昇の効果で、この指揮官の部隊だけは被ダメージ 20% 減少、40% のダメージ上昇になるそうです。有効は2秒なのでギリギリ副将のアクティブスキルに乗るって感じでしょうかね。他の4部隊にはタイミング次第ではありますが輝きそうです。短めの効果時間がどう出るかは分かりませんが、また黄昏で強力なバッファーの地位を獲得しそうな指揮官になりそうですね。2つ目のスキルはサリッサの槍。マップ上にいるとき、騎兵は 35% 攻撃力上昇、歩兵は 35% の防御力上昇、弓兵は 35% のヒットポイント上昇を得る。
そして行軍速度 20% 上昇ということですね。品種によって違うバフがつくタイプですが、今の世代は 35% がいい感じの数値なんでしょうかね。最近は工場部隊も戦闘に使うので、このラインナップに加えてあげたらと思うのは私だけでしょうか。カエサルやホンダと同様に兵種問わず行軍速度 20% 上昇は嬉しい効果です。増援時とかね、移動を考えるときにとっても重宝しますよね。3つ目のスキル、コリントス同盟。部隊が兵種2種類以上の混合兵種編成の場合、行軍速度が 15% 上昇、受けるダメージは 15% 減少する。兵種1種類のみの場合は与えるダメージが 30% 増加。これは戦闘に幅が出るスキルですね。混合で固くしてもいいし、一種染めでダメージを取りに行くのもありということでしょうか。運用に個性が出そうで楽しそうですね。4つ目のスキル、カイロネイアの戦い。基礎攻撃 10% の確率で最大3つの近くの敵部隊に直接ダメージ800を与え、怒りを100減少させる。クールタイム3秒。これも効果範囲は円形ですね。基礎ダメージ自体は高くないですが、怒り減少がありがたいですし、マケドニア砲エンジンの効果中だったり、兵種の構成次第ではそこそこのダメージも期待できそうです。最後は覚醒スキル、ベルギナの太陽。この指揮官がアクティブスキルを発動すると 40% の確率でアクティブスキルを再発動。ペアの指揮官がアクティブスキルを発動すると 20% の確率でアクティブスキル再発動する。クールタイムは7秒ということで、まあまあの頻度で発動できそうですね。はい、特に良いところの総評です。いかがでしょう。時間は短いですが、火ダメ減少とダメージ上昇はいい効果ですね。行軍速度上昇も嬉しいですし、金の像の余裕がないのでやりませんけど、個人的には1511で保有しておきたいくらいな気持ちです。つぎ込まないですけどね。あとは低確率でエピック並みのダメージっていうことなんですが、 AOE ダメージの即発動のチャンスがあるっていうのもポイント高いですよね。そしてペアですが、アルミニウスでダメージを取りつつバフデバフ巻き要因とするか、トライアヌスを使って補助に特化させる。またハーラルでアクティブスキルの抽選回数を上げてダメージを取りつつ居座る作戦や、副将ホンダヘラクレイオスや一種染めのダメージアップを生かし、チェヨンやシャジャルでダメージを取りつつ居座るなんてことも妄想できそう。皆さんはどんないいペア指揮官が思い浮かびますか？スキルコリントス同盟の特性も相まっていろいろな指揮官を試せそうですよね。さあ3つ一気に見てきましたが、いかがでしたでしょうか？高額はスキルダメージの部隊が1つ増えたという感じで、単純に遠隔部隊3部隊揃えられるようになりました。エピック高額指揮官も出るようですし、有用かは分かりませんが幅は広がりそうですね。ちょっと話がそれてしまいますが、結局遠隔部隊って使えるのとか、高額指揮官って育てていいのっていうご質問をいただいています。これについては大きくね、個人のプレイスタイルとか戦場によるという枕言葉で回答を始めています。前の動画でも少し取り上げていますが、もしねまた質問やリクエストが多くなるようなら、それについて新たに触れる機会を作ろうかとも思います。もし今後も多くなればという話ですけどね。さあそして最後、統率や指導者指揮官のフィリッポス2世。最近はオフェンスでありながらバフデバフを巻くスタイルの指揮官が出ているため、特化型バッファーいらなくないってなってる現状があります。そんな中出してきた特化型野戦バッファー、この指揮官の活躍が実際戦場で撃破の伸びにつながるのかどうか、実装後の活躍が楽しみですね。
実装は12月中か来年になるかもしれませんが、光学ファン、指導者バッファーに興味のある方は期待して待ちましょう。ここまでのご視聴ありがとうです。よければ高評価、チャンネル登録していただけると励みになります。モチベの維持には皆さんの応援コメントが救いなので、ぜひコメントしてくださいね。X もやってます。こんなプレイ動画やってほしいとかリクエストも募集してますので、皆さんからのリアクションお待ちしています。ではでは、今回はここまで。おつぷはまたです。